吉永さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。今日は地域の人たちが農業用水を引いてるんですけど、川からでやっぱ地域っていうのは大変な中でこう生活をしているのと、それと災害との結び合わせと、俺たちと一緒にこういろいろやってもらってるっていうのをこうちょっと交えながら説明したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。先ほどちょっと映してもらったんですけど、水の取り口なんですけど、立石の部落のここが水源になるところです。でここから3キロぐらいずっとそういう側溝をずっと作って何年か前にやり替えたんでしょうけど、田んぼの水とか金柑栽培とかそういう人たちがこう使うようにこの水源から3キロだから管理もものすごく大変なんですよね。ゴミが落ちたりとか、ここで大水が出るときにはもうその前の日から水を止めていかないようにしといて、そしてまた大水が雨が去ったらまたこうゴミいかないようにしてその大ゴミがいけないとか、そういうことを部落のそういう田んぼを持ってる方とかハウスを持ってる方は一緒になってこうやってるみたいです。で昔はもっと人数が多くて10人以上ぐらいいたと思うんですけど、今5、6人でそれをこう管理はしてると思うんですけど、台風が災害、さっきもちょっと映してもらったんですけど、こうやって道がなくなったりとか、そうやってこう飛ばされたりとか、そういう災害に遭いながら、まだ14年4号台風だと思うんですけど、まだここまで手が伸びてないと、そういう中で里山の人たちは生活をしています。で自分たちもその中で仕事をさせてもらってるんで、まだその手がつけてない災害を事前にこう自分たちがトンパクを据えたりして復旧をして、でそうしないと自分たちも財が出ないし、また部落の人たちもやってくれって言われてるんで、またこの近くまでこう車が入るように、自分たちも山をやらせてもらってるのもありますし、部落の人たちもやっぱ車で来た方が楽だろうから、そういう道を復旧しながら一緒になってこうやっていくっていうか、そういうことが一緒にこう共存しながらやっていくような形を作っています。おかげでその山もこうどんどん入ってくるし、で自分たちもこう手はいるんですけど、やっぱそういうことをしてやることによって部落の人たちも助かるだろうし、こう自分たちのいいとこだけやっていくんじゃなくて、悪いとこもちゃんとやっていって、そういう復旧作業もやりながら搬出をさせてもらってるっていう形ですかね。やっぱここの水の元口なんかも見に来るのも大変、ずっと今はもう道路がないんで元口から歩いてずっと来て、ゴミをのけたりとかしながらこうやってるみたいで大変だっていう話で、だんだんこう年を取ってくるんで若い人がおらんなってくるので大変だっていう、その中で自分たちがこうそういう道路と復旧とかができれば、助けになったりとか、自分たちもこうその道を使って搬出してるんですけど、そういうのでこう一緒に共有しながら、災害も共有しながら一緒にやっていくっていうことを里山の方はやっていかないと、役場が発注してその建設業がやってっていうのはもう4、5年まだここに入ってきてないんで、そういうこともやりながらやっております。だから山に入って木を切るだけじゃなくて、地域の方々のために道を整備してあげたりすると、そういうこともこう兼ねながら、でやっぱ初めて見たんですけど、そういう水の取り口とかっていうのは、あんな大きいのは普通タンクとかが座ってるのは
うちあたりにあるんですけど、砂防をつけてもう全部そこで流していくって、もう昔やったのをやり替えてまたやってるんですよね。だから災害があるこの前もそうだったんですけど、災害があるのでやっぱ壊れてそういうなんですかね、U字工がこうずれたりしてるところもあったりして、そういう復旧をまたそういう建設会社がいくらかはもうやらんと田んぼができんからですね、そういうとこはやったんですけど、道まではちょっとまだ行き渡ってないような状況ですね。だから災害のたびに手直しが必要になってくるってことですね。そうですね。そういうのをやりながら里山は畑を作ったりとか田んぼ作ったりとかしながらやってます。吉野家さんがいないと水路が大変だと。まだそれもそうです。自分たちは山をやらせてもらってるんで、そういうことはもうできる限りやりながら、でそちらからこの山じゃない木を切らんとちょっと土がのけられんからとかっていうのがもうそんなやってくんないっていう感じで回っていくんで、俺たちもやりやすいし、やっぱそういうなんですか、今世代が変わってるんですよ、立石の方も部落もですね。だから若い者になってきてたけど、若い者に本芸だからねって言ったら、そうだよねっていうことが、年の人たちはもう大体分かってるんですけど、もう年の人たちがだんだんいなくなったりとかしているんで、そういう若い者もいいよいいよって言ってくれる。で俺はもう現場に連れてくるんですよ。こういう状態なんですよ今って。だからここはやらんと、うちあたりが重機を持ってるからある程度やらんとあれやけど、ちょっと山を切らしてもらわんと出ませんよっていうようなことも言って、そういうコミュニケーションをする上では逆にそういうことがプラスになってくる災害がですね、いい感じですね。吉永さんの得意な世界ですね。コミュニケーション。だからそんなことはないんですけど、やっぱお互い自分たちがやりやすいように簡単なことだけやっていけばいいんじゃなくて、やっぱ相手のことを思いながらで、将来のことを思いながらで、この後また生活する人たちのことを思いながら作業していく、そういうこともやっぱ林業は長いスパンですので、やっぱそういうことも考えながら、今良ければいいんじゃなくて、先のこともちょっと考えてやってやっていく、そういうのも林業やってたからか知らんけど、思う感じで、やっぱよそから来た人たちはその場限りでバーッとやって出ていったりする人も結構いるんですけど、そうじゃなくて、やっぱ部落の人たちが将来使う道ならちゃんとしとこうとか、そういうことも下水が詰まっとるから、ヒューム化が詰まっとるから、その元口をちょっと開けとってやろうとか、そういうことをやりながらやっていく、そういうことがやっぱまた将来にすぐには木は太らんけど、そういうことが将来につながっていくこともあるし、みんなから喜んでもらうことが一番いいですよね。やっぱそういうのでなんですかね、コミュニケーション取りながら助け合いながらやっていくっていうのがうちのやり方ですかね。かっこいいですね。その地元の人はもうどんどん吉永さんやってと、もう誰もできんから、重機も持ってないからお願いしますって感じなんですよね。そうです。山もそうなんですけど、やっぱそういうとこもやりながら一緒にやっていけば、どうしても壊れてるとこがこれだけ災害が多い時代っていうか、もう集中豪雨とかあるんで、自分たちも作業するためには入っていかん、そうやって復旧していかんとできんし、それがまた地元の方のプラスになっていけばまたいいし、そういう感じですかね。その将来を見据えた仕事の仕方ですね。将来を、ですかね。さあそこで、この間のコンテナ内紹介してもらいましたね。あそこにコメントが来ました。松本さんって方です。ちょっと読みます。
森の保全活動として放置林の再生の取り組みをやっております。ハイブリッド苗はいいですね。春だけしか植えられなかった植樹が年間できる苗は、私たち森づくり団体にも時期を問わず活動ができるようになるということになりますね。あと活着がいいのが素晴らしいと思います。ですね。森づくりっていうか、なんかそういう活動してるんですかね。これみたいですよ。山を。それはやっぱいいですね。いつでもできるっていうのは、それは俺が開発したわけじゃないんだけど、時間がなかなかみんな座らなかったり、団体さんでもそうだと思うんですけど、昔は春だけだったんですよね、植え付けっていうのは。だけどそうやってこう期間が延びることによって、やっぱいろんな時期にできる人たちがこう活動できるっていうのはいいかもしれないですね。そういうのを初めて聞く。それはいいですね。だから画期的ですよね。画期的ですね、やっぱ。だからやっぱ林業も変わっていくし、そういうボランティアの団体も変わっていくし、やりやすくなっていくっていうことはいいんじゃないですかね。もう一件ありました。同じ松本さんです。伐採専門林業が多い中、素晴らしいですね。宮崎の林業は今もこれからも日本一であってほしいですっていう。そうですね。やっぱ自分もなかなかこう造林まではって思ってたんですよね。何年か前から宮崎県はそういうのを やりましょうっていうのを、言ってたんですけど、でやっぱこの頃こう始めたら周りの森林組合さんとかで事業体で、なかなかやっぱ耳からでは割と少ないんですよね、そういうのが。だから初めてそんなことすっちゃねえかとかっていうような声が出てるんですけど、今の現場からちょっとやろうかなと思ってるんですけど、まだそれがまたこう広まって、俺もやってみようとか、どうやってやるとかっていうコメントがあれば、またみんなでこういいことは広めていって、でやっぱこうそれをやることによって造林面積が増えていくわけで、放置林も確かに宮崎県も造林をしないとこも結構あるんですよね。だからそれを少しでもこう減らしながら、でやっぱこう自分はそうなんですけど、切ったら植えるっていうのをやっていけば林業ってずっとやっぱつながっていくと思うんですよね。で今もう鹿とかイノシシとかがあってこう川やら剥いだりするんだけど、だからそのネット張りもやりますんで、こう自分たちが。そしてやっぱずっとつないでいくっていう意味では、そういうやり方も今後どんどん増えてくればもっともっと林業は伸びていくんじゃないかなって思ってます。まだやってないんでできるかはわからないですけど、挑戦は今してるところです。これからってことです。はい、これからですこれからまだまだ暑いです。はい。熱中症気をつけて仕事頑張ってください。ですね。もう俺もこの前こうバスタイをしとったら手がつってですよ、30分ぐらい動けんなって。で休憩してこうちょっとスポーツドリンク飲んだら動くようになって、でどこに熱中症が潜んでるか分からないので、いや本当ですよ。はいはい、気をつけて本当は暑いですので乗り切って、今こう風が来るジャンバーとかもありますよね。そういうのも使いながら体が一番ですので気をつけてやってもらいたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。